可愛いだけではダメです。可愛く賢いなんですよね。でも令和の女性は両方を手に入れることができます。自分を愛することから始めてほしいと。ハロー、今日も可愛く賢く生きるレスナビです。今日は私が約4年前から提唱している可愛く賢く生きるそのビジョンについてお話ししたいと思います。今の時代の女性に最強の生き方は可愛く×賢くのコンビネーションです。実際に嬉野サロンメンバーの中にはこの考え方を通して自分の人生の選択肢が広がって収入が増えて理想のパートナーと出会えた、そんなですね、人生を変えるきっかけになったそんな女性がたくさんいます。可愛いだけではダメです。可愛く賢いなんですよね。可愛さで人の心をギュッと掴んで、賢さで信頼を勝ち取ると、この両方があることで最強の女性になれるんです。醜い女性はこの世に一人もいません。怠けている女性がこの世にたくさんいるだけです。ということで今日はなぜ私がその可愛く賢く生きる、そういったのを提唱するようになったのかっていうきっかけになった出来事と、可愛く賢く生きるを手にする方法をお話ししたいと思います。一緒に令和を制する女性になりましょうということで、なぜ私がこのビジョンを持つようになったのかっていうことなんですけれども、その理由になった出来事は2つあります。まず1つ目はですね、SNS を初めて気づいた見た目の重要性です。昔の私は大学時代も社会に出てからも見た目よりも中身が大事だというふうに本気で思ってたんですよね。知識があって論理的に考えられて実力があれば支持される、成功できる、賢く生きることが大事だっていうふうに信じて疑わなかったわけなんですけれども、私がですね約6年前に SNS を始めたことでもうその考えは崩れ去りました。 SNS を始めた当初は、鎖骨がないとか顔が丸すぎるとか言われたりして自分に自信がなくて加工ばっかりの写真を上げていました。でそんな中でダイエットや自分磨きを頑張った結果、ビジュアルが良くなったらPV 数が上がっていったんですよ。で最初はまさかって思ったんですよ。見た目が変わっただけで数字が変わる、周りの人間の態度も変わる、そして仕事の幅、そして売り上げもかなり上がりました。そして自分にとって一番大きかったのは自分のことを見てくれる属性が変わったことです。ビジュアルを改善する前はインサイトに男性の割合が多くて 95% 女性が 5% って感じでした。でも自分磨きを始めて外見を改善していくと女性に多く見られるようになったんですよね。女性の割合が 30% にもなりました。発信の内容はさほど変わっていないのにです。で外見に対して今までいただかなかった質問をいただいたりとか、ライフスタイルを憧れと言ってくださったりとか、そういった変化がありました。でそこで私は女性ってこんなに外見を重要視するんだっていうめちゃくちゃ当たり前のことを気づいたんですよ。で今まで自分の中ではなんとなくは分かっているつもりだったんですけど、その現実に向き合ってこなかったんですね。でも賢さだけじゃダメなんだ、そして可愛さだけでもダメ、可愛い賢いこの両方が揃ってそれぞれ生かされる武器になるんだっていうのを自分の経験身をもって学びました。で人間第一印象は見た目で決まります。でこれは人間の脳の仕組みです。人間は視覚的な生き物で、最初に目に入る情報でかなりの部分を判断します。だから見た目を整えることっていうのは自分の能力とか価値を正しく伝えるための手段です。自分の魅力を最大限に表現できる外見作りは本当に大切なんだということを痛感しました。そして私が可愛く賢く生きようと思ったきっかけはマレーシアで出会った華僑の女性たちからの影響です。私は3年前にマレーシアに移住して衝撃を受けたことがあります。私の仕事から中華系のインフルエンサーとか女性起業家と出会う機会もあるんですけど、彼女たちはスタイルが良くて可愛いだけじゃなくて必ず自分のマイビジネスを持ってます。そして友人同士互いに協力したり、キャリアを伸ばし合ってます。である友人は美容系のインフルエンサーで自分のコスメブランドを立ち上げて、さらに不動産投資もたくさん手掛けています。で SNS ではもう可愛らしい投稿なんですけれども、会話をするとめちゃくちゃ戦略的で数字に強い、そして華僑のネットワークを生かしてマレーシアのみならず中国、台湾、香港とグローバルにビジネスを展開しています。ラグジュアリーな女子旅とかも SNS にアップしたりしてるんですけども、それもまた利益を生んでいるんですよね。一見すると本当に映えの女子旅って感じなんだけど、中身はもう宿泊するリゾートとの PR 契約とか持参するアイテムのブランドとのタイアップとか、さらには現地
で撮影したコンテンツが後日自分のコスメのブランドのマーケティングに活用されるみたいな、可愛さを楽しみながらも賢く生きる、そういったまさに理想的なライフスタイルを送っていました。でもちろん素敵なパートナーにも愛されていますけれども、決して依存はしないです。彼女たち自身稼いで社会的な地位を得てリスペクトされてます。で、私はこれまでその19歳で起業していろいろ見てきたわけなんですけれども、これは日本では見たことがない光景でした。で、彼女たちはその自分たちの事業について話したりとか、互いにアドバイスしてて、私の顧客にアプローチしてみるのはどうって話したりとか、そういった光景が私にとって本当に驚きで、10代で起業して自分は一人で戦ってきて、もう周りは男性ばっかりだったんですよね。ですから彼女たちのその仕事のアグレッシブさとかセンスにももちろんびっくりしたし、そういった環境に羨ましさを感じました。本当に日本だと男性ばっかりだから、同年代で同じ価値観を持ってそういった仕事とか、お金の話とかざっくばらんにできるって高め合えるって機会はほとんどなかったですから、可愛いだけではなくて自分のビジネスを成功させるのがそういったかっこいいっていう価値観を持ってるのも素晴らしいと思ったし、可愛い子ほど自分のビジネスをしていて影響力がある女性は同じ女性や社会からもすごくリスペクトされていると、そういったことに刺激を受けました。こういった理由がですね、私が可愛く賢く生きるを発信するきっかけになった出来事です。公式 LINE は動画の概要欄から。次にちょっと可愛く賢く生きるとは何かと、それをちょっとお話ししたいと思います。まずですね、可愛く賢く生きるの可愛さの部分ですよね。つまり外見です。これは一つ目は、素材を磨くということが大事です。肌、髪、歯、爪とか、そういうのをきちんと手入れされていて、整っている、これだけで印象は大きく変わります。あとは顔面を磨くというか、顔面のパーツを磨く、美容整形も一つの選択肢ではあると思います。私の場合、美容整形もしているんですけど、まず肌の改善から最初始めました。私はですね、昔主査っていう肌荒れにすごく悩んでいまして、肌にポツポツ赤いかゆみのニキビが出るみたいな感じの症状にすごく悩まされていたんですけれども、皮膚科に2年間通って、正しいスキンケアとか食事とかそういったのを学んで、肌質が劇的に変わりました。これは費用はある程度かかったんですけども、すごく自分にとっていい投資になりました。そして2つ目は自分に似合うスタイルを見つけるということです。これは本当に重要で、トレンドを追うよりも自分の体型であったりとか肌色、ライフスタイルに合った服を選ぶことです。で、自分のパーソナルカラーとか骨格タイプっていうのを知ることも必要です。そして3つ目はメイクのスキルを上げることです。自分の顔の特徴を理解して魅力を最大化するメイクを覚える。これは最初ですね、プロに習うっていうのもおすすめです。そして可愛さ4つ目は姿勢を意識することです。姿勢が伸びているだけで自信があるように見えるし、実際に自分の気持ちも変わります。そして5つ目は表情管理です。特に笑顔、可愛いを表現するためには、適度な愛嬌も必要だと思います。ですから鏡の前で自然な笑顔を作れるようにぜひ練習してみてください。そして可愛く賢く生きるの賢さの部分ですね。賢さの1つ目はですね、知識、スキル面の向上です。知識や最新のトレンドをキャッチアップすることなど、常に学び続ける、そういった姿勢を持つっていうことがすごく重要になります。私は毎日1時間新しいインプット、学習時間を確保しているようにしてます。そして賢さ2つ目は判断力面です。多角的、長期的な視点で物事を見ること、そして感情と論理的思考のバランスを取る、情報に振り回されないために情報収集のスキルを上げることも大事です。例えば何か投資を始めるとき、感情で決めずに必ずデータを確認する、3つ以上の情報を確認してリスクとリターンのバランスを比較してから決断します。こういった習慣っていうのはビジネスの判断力の向上にもつながります。そして賢さ3つ目はですね、戦略的思考面です。目標や KPI を明確に設定して成果を測定、そして分析するということです。感覚的にやってしまう方も多いと思うんですけれども、やっぱり感覚的ではなくて、ちゃんとですね、効率的な方法を考えて計画的に行動する、優先順位をつけるということが大事です。私は月初に必ず目標設定をするようにしてます。事業ごとの売上目標、フォロワー増加数とか学習時間とか、
数値化できることは数値化できる、そういった習慣づけをお勧めします。そして、進捗をチェックして必要に応じて、戦略を修正していくっていうことも必要です。ちなみに賢く可愛くじゃなくて、私は可愛く賢くって可愛いを先に持ってきているんですけれども、それにちょっと理由がありまして、可愛いっていうのは第一印象で一番大事だよっていう意味もあるんですけれども、特に仕事をしている女性は女性だから能力が低く見られるっていう不安から、必死に賢さをアピールしたくなります。これはまさに昔の私なんですけど、でもこれってすごく疲れるし、本来の魅力を見失ってしまうんですよね。先にですね、可愛くを持ってきてる理由に、まず自分を愛することから始めてほしいと思っているんですよね。外見を磨くということは、自分を大切に愛することの表れです。自分自身を認めて、自分は愛されるべき存在なんだ、お金をかけていい存在なんだと、そういうふうに認識するということです。その上で賢さを磨いていく、この順番がすごく大事かなと思います。このね、でも順番を選べるってこと自体が、すごく貴重なことなのかなと最近思ったりもします。令和に生きている私たちって本当に恵まれています。前の世代の女性たちが必死に今道を切り開いてくれました。女性も働ける、女性も起業できる、女性も発信できる、そういったですね道を作ってくれた。私の祖母は、戦乱の混乱期を乗り越えた女性で、もともとは呉服屋の、長女として生まれて、ビジネスをするって、そんな道もあったと思うんですけども、やっぱり当時は女性が家庭を守るっていう時代でしたから、諦めたことも多かったと思いますし、私の母の時代は男女雇用機会均等法ができた世代で、女性も働けるようになったけど、まだまだ制約が多い時代だったと思います。ただ私たちは今その積み重ねの上でですね、今自由に選択できる、そういった時代を生きています。だからこそ私たちは可愛く賢く生きることができるんです。昔は可愛くしか許されなかった時代もありました。平成は賢くなることに必死だった時代でした。でも令和の女性は両方を手に入れることができます。これってなんかすごく特権的なことだと思いませんか？私たちは前の世代の女性が築いてくれた基盤の上でさらに一歩進んでいるんです。可愛さも賢さもどちらもですね、女性の強みとして活用する。そして私は次の世代の女の子たちにこういった可愛く賢く生きる、そういった背中を見せることも必要かなと思います。社会にはたくさんの選択肢があって、どんな道も自分の力で切り開けることをもっと知ってもらいたいというふうに思ってます。で、誰にも依存せず、経済的にも精神的にも自立して自分らしく生きられるようになる。まだまだ女性が生きづらい社会かもしれないんですけれども、そういった本当の意味での女性の自由、そういったのをもっと私がですね体現して発信していきたいというふうに思っています。ですからこれが私のですね、次世代の女性に伝えるミッションであり、 SNS で発信している理由の一つでもあります。可愛く賢く生きる診断シートの詳細は動画の概要欄から。ということで今日はですね、私がなんで可愛く賢く生きるを思うようになったのかと、そういった話だったりとか、可愛く賢く生きるとは何か、そういった話をさせていただきました。今後もこの可愛く賢く生きる私のビジョン広めていきたいと思っています。このチャンネルではより可愛く賢く生きる具体的な方法だったりとか、マインド必要なスキル、そういったのを紹介していきたいというふうに考えています。そして私が主催するオンラインサロン嬉野サロンではですね、今月から SNS 部が始まりました。ということで、みんなで毎月の SNS の目標 KPI をそれぞれ決めてシェアします。 SNS がなかなか続かない人、管理が苦手な人に向けて、私がですね Notion と AI を活用して仕組みとテンプレを作りました。これらもですね、みんながどんな成果を出していってるのか、そういったことも YouTube でシェアしていければと思いますし、皆さんのモチベーションの向上につなぐことができたらというふうに思っています。また11月に香港ビジネスツアーの企画も予定してます。こちらですね、公式 LINE を登録して案内をお待ちください。ということで皆さんぜひ可愛く賢く生きる、より意識してみてください。私が提唱している可愛く賢くっていうのは他人のためじゃなくて自分のためです。自分が幸せになるため、自分の可能性を最大化するためです。もう可愛くも賢くも両方なんて無理って諦めてしまう方もいるかもしれませんけれども、完璧を目指す必要はないですよ。私だって完璧とかじゃ全然ないです。今日より明日少しずつ意識して生きていく、それだけで十分です。そしてもし皆さんの中で何か変化があったりとか感じたことあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの生の
意見感想、すごくですね嬉しいですし、私のパワーにもなります。そして最後に、あなたが輝くことで周りの人も幸せになれることを忘れずに、今日はここまでです。最後まで見てくださってありがとうございました。一人でも多くの女性にこのチャンネルをしてもらいたいので、動画の高評価、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。